全ゼロ超すごいけどあれがない。おはいえなし。この動画は原神崩壊スターレイルと並ぶ派遣ソシャゲ全レスゾーンゼロについて忙しい皆さんの代わりに45時間プレイした感想をご紹介する動画です。私の経歴としては300本以上据え置きゲームをプレイした後、黒ゲームズの名調に登場したドスケベクラゲお姉さんに性癖を破壊されてソシャゲデビュー。ばっかくそ面白かったので中華ゲーの覇者ホヨバにも学ぼうと思い、シナリオに惹かれてスタレをプレイ。これも面白くて他のホヨバもやってみたいなと思ったところ、性癖ピンズとのドスケベタコお姉さんが現れたので情緒破壊されて全ゼロに手出したという経緯です。 PC 版でメインストーリーだけ突っ走り、この動画投稿時点で最新であるバージョン 2.4 まで完了しています。ちょっとネガ寄りのタイトルなのでまずこれを強調しておきたいんですが、このゲームは面白いです。ある2つの要素が超高水準というか、そこについてはソシャゲでナンバーワン説が浮上していて、1つのゲーム内にナンバーワン要素が2つあるだけでそれってとんでもなくて、さすが原神スタレに次ぐ派遣ゲーのことだけあるって感心しました。この動画でもまずその2点についてご紹介します。ただ私がプレイしたスタレ、あと名調ですね、このレベル帯と比較した時に一つって思ったのと、もう一つって思ったことがあるので、その2つもご紹介します。未プレイの方が始めるかどうかの参考になれば幸いです。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。世界ナンバーワンクラスに良かった点に触れる前に 1,2 分だけ全ゼロって何ってところを改めてご紹介。全ゼロはホヨバースブランドのソシャゲ、通称ホヨバゲーとして2024年7月にリリースされたアクション RPG です。舞台は現代文明がホローという超自然災害によって壊滅した世界、いわゆるポストアポカリプスもの。最後の文明都市である新エリートに住む兄弟アキラとリンが主人公で、表向きビデオ屋を営みつつ裏ではプロ棋士と呼ばれるフォローに入る人を遠隔サポートする仕事をしつつ、11年前に発生したキュート陥落という事故に関するある情報を集めているというあらすじです。原神スタレでブイブイ言わしてたミホヨ社が既存タイトルとは異なる新たな世界観のゲームを作りたいという意図があったのもあり、世界観はこれまでのホヨバゲーとは異なるストリート系の都市ファンタジーな世界観で、他のゲームではあまり見ないアジンや人外キャラもプレイヤブルキャラとして実装されてるのも特徴の一つ。しかもみんなめっちゃいいキャラしてるし、アンアンの表紙飾るし、スタッフとしてはゲーム制作の中心メンバーになったことのない若手たちで立ち上げてるらしく、スタイリッシュな演出やインターフェースには確かに若々しさを感じます。インターフェースにはペルソナ5見覚えますが、スタレと同様全ゼロも実際にペルソナ5に影響を受けたらしく、ビジュアルだけじゃなくて社会の陰で暗躍し、時には権力と立ち向かうという構図もペルソナ5そっくり。登場人物が大体災害孤児で傷を負ってるのもあり、明るそうなビジュアルに反し、意外とペルソナ5以上に過酷な世界だったりします。ゲームシステムは普通のアクション RPG で、3人プラスボンプと呼ばれる小型ロボット1体のパーティー編成。同時期にリリースされた黒ゲームズの名調と何かと比較されがち。乱暴に言うと名調の方がアクション難易度高くて全ゼロの方がライト目。具体的には光るエフェクトを見てから反射神経で操作しても回避やパリーが成功できちゃう点、連携スキルを発動させる時など結構な頻度で時間の流れが遅くなる点、つまり焦らずに済む点などが難易度の違いとして現れているように感じます。課金システムはいわゆる普通のガチャで、キャラと武器とボンプがガチャ対象です。ざっくりとした紹介は以上では、続いて世界最強レベルじゃねっていう要素を2つご紹介します。要素1つ目、アニメーションです。やばくない？さっきから流してるやつピクサーかよ。絵柄のスタイリッシュさが特徴的な全ゼロですが、これ自体はペルソナを経験しちゃってるとそんなに目新しく感じるものではありません。またこういった漫画を読むかのような演出は新鮮に感じたんですけど、通常の会話シーンにおけるキャラやカメラの動きの薄さはスタレと大差ないレベルで、なんならここは名調に軍配が上がる印象を受けますが、ことムービーにおいてはレベチが過ぎる。鮮やかな彩色のもとデフォルメも程よく混じった大胆かつ細やかな表現に、キャラのなんていうか、その息吹を感じるというか、見てるだけで笑顔になるレベル。ムービーシーン来た時のワクワク感は全ゼロがぶっちぎりですね。あまりにもムービーが訴求要素として強すぎるので、さっきからずーっとムービーシーン詰め合わせて流してます。さっきピクサーと言いましたが、実際そのあたりの非ゲーム領域から莫大な金払ってスタッフ引き抜いて作らせてるらしく、さもありなんて感じ。これで基本プレイ無料は草しか生えない。このアニメーションのクオリティについては見たまんまであり、私が追加で言うことなし。すごい！世界ナンバーワンだと思う要素1つ目、アニメーションのご紹介でした。2つ目、アクションゲームとしてのキャラの個性的な手触りです。これもマジですごい。私ある時期から名調はピックアップキャラ全部引いてるんですけど、プレイしていて最近思うことがあって、どのキャラ使ってても爽快なのは間違いないんですが、なんかどのキャラも同じだな感を覚える時があるんですよね。通常攻撃でゲージ貯めて必殺技打つという大雑把な流れが同じだからなのか、攻撃した時のキャラの動きが同じ、表面的には違うんだけど根本的には一緒感、あと手応えも一緒感。でも一つ
つのアクションゲームの枠組みで3週間に1回っていうきしょい周期でプレイヤブルキャラが追加される中で、そんなに操作感違うキャラポンポン出せるわけねえだろって言われればそりゃそうだよなとも思うので、できてないわというよりそういうもんしょって思ってプレイしてたんですが、全ゼロで考え変わりました。全ゼロマジすげえ。キャラによって全然プレイフィールが違う。プレイフィールが違うなーたらしめてる要素を思いつきベースで挙げると、まずキャラごとの操作方法の幅。例えば同じ近距離ファイタータイプでもライカンとバンガク師匠で全然違くて、特に直近実装されるバンガク師匠は格ゲー顔負けの多彩な攻撃技とコンボ技があって、まずその時点で特徴立ちまくっていてすごい。今のは入力操作の幅の例ですけど、その入力操作を受けて動くキャラのモーションの幅もやばくて、イドッチのハンマーぐるぐるさせるやつなんか集的性能の高さも相まってマジで気持ちいいですね。あと重たいものぐるぐる回して敵をガイーン殴ってる感覚が手元に伝わってくる感触もほんと素晴らしい。名調では直近チサというキャラがチェーンソーを使って攻撃するんですけど、チェーンソーで硬い相手をガリガリ削ってる感、その気持ちよさは全ゼロのカリンに軍配が上がるかなって印象。なんでそう思うんだろう。サウンドエフェクトなのかな、あとヒットストップが効いてんのかな。難しいんですけどね。あんまりヒットストップしちゃうと今度テンポそがれるので、例えば全ゼロの連携スキル発動する時のスローになる演出は個人的にはちょっと合わなくて、名調の流れるような連携の方が好きなんですけど、そういう風に名調が流れを重視してるためか、名調って敵殴ってる手応えあんまない、全ゼロは殴ってる感あるから好きって言ってる人がいて、それも確かにわかるなと思ったんで、ということは好みの世界かもしれませんね。あと細かいところで言うと、シナリオ上もチートキャラであるイーシェンとミヤビだけ彼女らしか持ってない属性をそれぞれ持ってるっていうフレーバーもサボらなくて好き。キャラが走る時の速度まで全然違うってのもオープンワールドでない全ゼロだからこそできる味付けの仕方ですね。それと各キャラの個性という話からはそれますが、パリー成功時の気持ちよさもトップクラスです。キーンという音と手元に伝わる振動、やってやった感が半端ない。パリーのために全ゼロやってるって人いましたが、全然誇張でもなくそのレベルで気持ちいいです。そんなところかな。アニメーションとキャラの個性的な手触り、全ゼロの良かった点はこの2つです。この2つが偉大すぎるんで余談程度なんですが、キャラもほんと良くて、もともとイドッチのエロ目的で始めたんですけど、その途中でジェーンという超大物を引き当てたし、あとアスイブも最高。この世界の女みんなタッパがでかくておっぱいでかくて立ちっ気に溢れてる。最高。あとそういうエロ目的だけじゃなくて男性キャラも本当に素晴らしい。ライカンとヒューゴは単品でもよし、コンビとしての完成度も高すぎる。なんかわかんないけどベンさんも好きですね。そしてキャラもいいんだけどボンプ最強だんな。界隈には様々なマスコットがしのぎを削っていますが、ぶっちぎりでボンプが好きですね。めちゃくちゃ可愛くない？私世界一可愛いマスコットキャラスイカのペンギンだと確信してるんですけど、それと同系統だから好きってのもあるんだろうけど、このボヨンボヨンした質感、世界にいっぱいいる感じ、統一感のない力の抜けたネーミング、そしてキュートアグレッションならぬボンプアグレッションな世界観、全てが噛み合ったのかめちゃくちゃボンプが刺さりました。私が一番好きなボンプはレバーボンプです。エレベーターに人が乗ると昇降用のレバーを引いてくれるだけのボンプ、かわいい。あとは治安局の特務捜査班に所属するボンプ、清巡査もかなり好き。戦闘中連携スキルを発動するときはキャラクターだけでなくボンプとも連携できるんですが、清巡査に連携すると何もないところに扉を作ってわざわざそれを突き破って攻撃します。警察といえば強制捜査っしょということで、それに憧れてボンプがやってるんだと思うとめちゃくちゃ可愛い。こういう感じで各組織に所属するボンプはその組織にちなんだ動きで攻撃してくれるため、ストーリー上で新しいボンプを引き連れるときにどんな攻撃をしてくれるのか楽しみになるっていうのは、さっき話したムービー入った時のワクワク感に通じました。もともとボンプもイドッチ以外のキャラも美女だけでは全然興味なかったんですけど、ストーリーをやったらいつの間にか好きになってたってキャラが全ゼロは他作品以上に多かったので、きっとアニメーションへのいい印象がキャラにも伝播してるってことなんだろうなって思いました。最後ちょっと脱線したんですが、アニメーションとアクションゲームとしての各キャラの個性的な手触り、この2つは良かったどころか世界一レベルなので、全ゼロプレイする価値ありという評価は揺るぎません。そうお断りした上で、ホヨバゲーやら名調やらそういうトップクラスのタイトルにしてはと思う点とって思った点があるので、次のパートではその2点をご紹介します。家なしララチャンネル。全ゼロでと思った要素1つ目、直近のストーリーです。評判があまり良くない 2. 点ペケのストーリーが私としてもいまいちに感じました。雑なのでもうちょっと具体的に言うと、私はシーズン1の第5章ブリンガーをなんとかするぐらいから好きになり、アストラ・イブリンの特別劇場おもろ、ライカン・ヒューゴ・ビビアンの特別劇場くっそおもろ、シーズン2の第1章はまあ、第2章アリスとユズハ、普通にシーズン2面白いじゃん。アリスとユズハが抱き合うところ結構ジーンときたけど、第3章オルペースとシード第4章駒野くんリュシアとイドッチ、イドッチとエッチするんな、終わり
第5章ダイアリンとバンガク師匠。まあまあよくはなったけどって感じです。シーズン2のシナリオは現時点で結構批判されてて、しかも公式も認知し改善しようとしてるところなので、いまいちと感じた事実だけぐちぐち言ってもしょうがないので、ここではなぜそう思ったのかを考えたい。もともと私が全ゼロプレイする前からバージョン2の中華風の舞台は全ゼロに合わんとか、主人公が権力の犬になり下がってるとか、そういう批判を耳に入れながらいざ自分もバージョン2をプレイしたんですが、その点については特にあまり感じませんでした。例えば中華風の舞台が合わんってやつ、個人的には呼び方がよくわからなくなりがちな中華風の舞台はあんま好きじゃないんですけど、一旦その好き嫌いは置いといて、私全ゼロには現代都市風っていう地域性の特徴よりもカートゥーンっぽさ、ピクサーっぽさに全ゼロらしさを感じていたので、それこそリナシータみたいな地中海風の舞台でも、セブンヒルズみたいな古代ローマ風の舞台でも、そして中華風の舞台でも全ゼロらしさって出せるんじゃないのって思ってます。それに中華行っても日本人が言うテケテケテン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 みたいなザ宮廷、ザ仏教みたいなこってこての中華ではなく、せいぜいクーロンジェネリックロマンスみたいなノスタルジックな雰囲気の街並みだったので、そこに隠れて活動するという基本線は全ゼロらしさを発揮するための舞台としてそんなに親和性がないという印象を受けませんでした。あとスケベすぎる NPC いるし、全ゼロ気合入ってる NPC とそうでない NPC の差が激しすぎるんだ。で、権力の犬になり下がってるって方、こっちは若干わからなくもなくて、市長なんやねんこいつとは思うけど、ただ主人公を暗躍する立場を継続する難しさもあると思ってて、というのもペルソナ5では最終的に政治家失脚させるぐらい活躍しましたけど、じゃあペルソナ5のシナリオをエンディングから強制的に引き伸ばすとして全く同じ立場で主人公を暗躍させられるかっていうと難しい気がする。もう主人公たちヒーローになっちゃってるし、コネもできすぎちゃってるし、だからシーズン1でブリンガーを失脚させるぐらい活躍した後は主人公の立ち位置もちょっと変えなきゃ話が持たなくて、市長の見つめを受けて新天地に行くってのはそれがベストとは思わないけど、そんな悪くない落としどころじゃないかなとは思いました。じゃあ何が面白く感じないんだろうって思った時、2つ思い当たる点があって、1つは悪役がしょぼい、つまりサラがしょぼい。スタレでいうサンデーとかザンダーって魅力的な悪役じゃないですか。彼らなりの考え方あるし、葛藤する側面とかも見せてくれるし、ファイナルファンタジー14で言うとエメとセルクが同じパターンですね。一方で14で言うとワレンスとか、あとは名調のクリストフォロみたいなのって直近こそクリカスは思想が出てきましたけど、それまでは美学とか葛藤とか別に見せてくるわけでもなく、でもなんか人を食った態度とか、あるいは直接的な悪役非道ムーブが憎たらしくて、早く顔面パンチしたいって気持ち湧くから、これはこれでよくできた悪役なんじゃないかなと思います。ペルソナ5もその辺素晴らしくて、悪役である鴨志田もまだらめも金城もまあ憎たらしいですよね。翻ってサラがキャラとして弱すぎるんですよね。葛藤してる様子なんてないし、思想とかそういう話で言うと、始まりの主を強く参拝してるっていうのも結局現時点では始まりの主とは何なのか、なぜそれを強く参拝してるのかっていうのがわからないので、ああそういうカルト信者なんですねという前提でしか受け入れられず、故に感情移入ができず魅力も感じない。しかも直近でようやく出てきたサラの過去もめっちゃ浅かったし、結局被災したかわいそうな人の一人でしかないんかっていう、そのかわいそう度も低いし、じゃあその辺はもう作中で語らないとして、もうちょっとぶっ飛ばしたくなるようなアイコニックなシーンがあったかっていうと、さっき例示したオレキ歴と比べると別にない。この弱さがシナリオ上痛いと感じました。全ゼロはスタレより割り切っていて、各話がそのキャラを取り上げた短編集になってて、だけどそれだと話のつながりとか次への引きが薄まるって分かってるからこそ、各話にサラ含む参照会とかカローレの話をトッピングしてるんだと思うんですけど、そのトッピングの訴求力が低すぎるゆえに結局1話完結感が強すぎて、私としては物足りなさを覚えたんだと思いました。それと割り切って1話完結型として見た時も私の好みと合わなくなってきてる要素があって、それがシナリオが微妙に感じる2つ目の要素になるんですけど、エージェント間の絡みが弱くなってる点です。白蟻重工とかモッキンバードとかスターズ・オブ・リラとか、全ゼロはスタレと同様派閥内の絡みが私はめっちゃ好きでした。そして超然としたキャラが多いスタレや名調と違い、精神的に未成熟とまでは言わないけど弱みをしっかり見せてくるキャラ、例えばクレタとか鬼火とかもいて、そこを同じ派閥のキャラがカバーしてくれたり、そういったキャラとの絡みによる精神的な成長みたいなところも話の中で見られるのでいいなって感じだったんですけど、最近のシナリオその辺がいまいちに感じる。特に私が全ゼロを始めるきっかけになったエロのシリオンことイドッチ含む怪談屋がかなり期待外れで、ユズハとアリスは良かったんですけど、駒野くんとリュシアは自分の分身と喋り始めるし、イドッチに至ってはそれすらもあったのかなかったのかよくわからないぐらい薄味だったし、一番推しのキャラが全キャラで一番合わず、ここはめちゃくちゃ残念でした。しかも PV 見る感じどう見てもエロ売りキャラなのに、イドッチ深掘り会すら分かりやすいスケベなし、景評法違反です。ハンタレラの連成任務を見習え。まあそれは私の性癖の話なので自重するにしても、駒野くんとリュシアみたく自分の過去と向き合わせちゃうと、それはもう悪い意味で名調と同じで、そっちの方がシナリオ作るの簡単でしょうけど、異なる出自異なる考え方のキャラがお互い衝突しながら、あるいは補完しながら、
感じの中になっていく、あるいはすでにええ感じの中なんやねって再認識させてくれるストーリーの方がいいとまでは一般化しないですけど、私は全ゼロの底の部分が好きだったので、そこがごっそり抜け落ちた怪談屋はかなり残念でした。悪役が弱い、キャラの絡みが弱くなってる、シナリオが微妙と感じる要因2つでした。ここは皆さんのご意見も聞きたいところ。全ゼロでと思った要素1つ目、直近のストーリーでした。続いてこの動画で最も言いたかった全ゼロでって思った要素ですが、停滞感です。言い換えると進歩感の弱さ。抽象度高い表現なので賛否出るのは承知なんですが、私としてはこれが一番クリティカルでした。スタレって現状4つの星を渡り歩いてます。ヤリーロ6、泉州ラフ、ピノコニー、オンパロス。直近のオンパロスの結末に至る展開だけ私はちょっと合いませんでしたし、人によってどの星の話が好きとか嫌いとかはあると思うんですけど、この視点では割と全員賛同してくれるんじゃないかなと思っていて、それはスタレって前よりも良いもん作ろうって気概あるよねという点です。特にピノコニーとオンパロスにはめちゃくちゃ感じていて、別にストーリーが長きゃいいっていうわけじゃないとは思いつつも、メインシナリオの所要プレイ時間が前の星の2倍以上になってますし、取り扱う問題事象の規模なんかもでかくなってますし、それが実際受け入れられるか否かは別としても、スタレとしては自身の強みは重厚なシナリオだっていうプライドのもと、そこをガンガンレベルアップさせていくっていう気概を感じて私は好きです。名調も同じ感じで今週リナシータと渡り歩いてるんですが、明らかにリナシータ編の方が受ける作品になってますし、リナシータ編の中でも微妙に金太郎飴チックだった前半シナリオに対し、後半のリナシータ完結や次の舞台への幕開にあたるクエストではシナリオのプロットも演出もさらに改善強化されてますし、でもやっぱ名調はグラの方かな。ムービーも通常の会話シーンももともとハイレベルなのにどんどんエグくなってんじゃん。あなた絶対自分の強み自覚してますよね。しかもその現状に満足してないですよね。というストイックさを作品通じて感じることができます。そうなるとスタレも名調もどう思うかというと、作品最強、今このビッグウェーブに乗れてる俺も最強、今後さらに面白くなるに違いない、悪いこと言わない、今からでも始めとけって人に勧めたくなるんですよね。翻って全ゼロの進歩感ってどうか。シナリオについてはむしろトーンダウン気味、キャラの絡みも私目線ではやや難聴、アクション RPG で見た時のさっき例示した万学師匠はすごい進歩感はある。ただムービーについてはこの動画の編集過程で片っ端からムービーシーン切り取ってるんですけど、むしろバージョン1の方が量多くないって印象。バージョン1ってちょっとしたところでもすぐムービー入ってくれるんですよね。あとバージョン1の方が動き多いムービーが多くて好きだし、それとすごい細かいんですけど、全ゼロってスタレや名調よりもダンジョン探索中の風景がパッチまたいでもあんまり変わり映えがなくて、ダンジョン内でやるミニゲーム、あるいはミニゲームとまでいかなくてもちょっとしたインタラクション要素がパッチまたいで同じやつ出てくるんですよね。というわけで大なり小なりいろんな要素が積み重なって全ゼロの進歩感の弱さを私は覚えました。基本的にこういう中長期に運営する作品って現状維持イコール衰退だと思っていて、というのもユーザーって刺激に飽きるから。全ゼロ知らなかった人が初めて全ゼロのムービーに触れた時にすげーってなる気持ちを100とした時、全ゼロ最新パッチまで追いついた人が同水準のムービーに触れてすげーってなる気持ちは100より低いので、だから同じ作品でも常に良いものを出していかないと刺激に慣れたユーザーが剥がれていくと考えると、進歩感があるっていうのはスタレや名調がよくできてるというよりも、このクラスの SSS 級タイトルなら当然できてなきゃいけないところで、むしろ全ゼロができてないな感覚です。同一ゲーム内で進歩するのが常に正しいかって言ったら別にそんなことはないんですけど、例えばそのゲームは金のなる木として位置づけて最低限のメンテでごまかしつつ、新作ゲームの開発に金使ってそっちで新たなゲーム体験をさせるっていうのも立派な戦略なので、結局進歩感をそのゲーム内で味わわせるか、会社のラインナップ全体で味わわせるかの違い。ただ稼働期間がより長いスタレで進歩感を覚えるのに、そして何かとライバル視されやすい名調でも進歩感を覚えたのに全ゼロで感じられなかったのは寂しかったので言及しました。さらに個人的に悪い材料なのが、この動画編集時点で公式の X からフォローの勇者プロジェクトというのが公開されて、ゲームの品質向上のためにユーザーからテスター募るって趣旨なんですけど、定期的にこれやってるようなんですが、私この動き若干ネガティブに見ていて、これがベータテスト段階ならまだわかるんですけど、稼働して1年半近く経ってるのにユーザーに実機触らせてフィードバックさせないとブラッシュアップできないって、逆に組織内の QA 機能が脆弱だって宣言してるようなもんじゃねって思っちゃいました。なんかのゲームのスタッフが言ってたんですけど、ユーザーってゲーム開発のプロじゃないから、唯一インターフェース周りの不満だけはそのまま取り込めるぐらい改善事項として参考になるんだけど、それ以外の部分はほぼノイズだって言ってて、私もそうだろうなと思うので、ゲームを常時進化させていくにしても、そういう品質改善活動を自走する気概の薄さがこういう施策に現れてると捉えていて、ちょっとどうなんかなって思っちゃいました。長くなったのでまとめると、全ゼロでと感じた点は、悪役のしょぼさやキャラの絡みの希薄化もあって、直近のストーリーが弱い点、そして何よりもこの先どんどんいいゲームになっていきそうっていう進歩感が他の作品よりも感じにくかった点、この2点が微妙に感じました。
最後ディスが入ったからもう一回言うんですけど、アニメーションとキャラの個性的な手触り、この2点は強いどころか世界最強で、このどっちかでちょっとでもおって思ったら絶対始めた方がいいです。伊達にほよば派遣ゲーの一角を担ってはいないが、一方でちょっと原神をやったことないからわからんけど、スタレや名調と比べるとそれは好みの世界でしょう。では片付けがたい弱点も私は感じたので紹介させてもらいました。これでスタレ全ゼロ名調が最新まで追いついたので、横並びにしてどういう観点ならどの作品がおすすめかとか今度動画化します。あとこの動画で原神やってほしいっていうコメントを多くいただいたので、いずれプレイして動画化します。全ゼロプレイヤーの方、全ゼロのどこが好きでどこは改善してほしいと感じますか？未プレイヤーの方、これ聞いてやってみたいと思いましたか？ポジネがどっちでも OK なのでぜひコメントください。今後もホヨバゲーしゃぶっていきますので、動画が面白かったならぜひチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。